ふふふ、鏡に映る僕、今日も最高に可愛いのだ。世界は僕を中心に回っていると言っても過言ではないのだ。またナルシスト全開ね。でもその僕って感覚、古代インドの哲学者たちに言わせればただの幻かもしれないわよ。はあ、僕はここにいるのだ。幻なわけないのだ。いいえ、彼らが追い求めた本当の自分の正体を知ったらずんだもんは腰を抜かすわ。なんと君の正体は宇宙そのものであるという結論に達したんだから。僕が宇宙？スケールが大きすぎて意味不明なのだ。今回は古代哲学がたどり着いた究極の概念、アートマン、真我について解説するわ。私たちが信じている自分がいかにちっぽけな存在か思い知らせてあげるわね。1、私という名の着ぐるみ。僕が宇宙だなんてまたまたご冗談を。僕弾んだ町の妖精、ずんだもんなのだ。それ以上でも以下でもないのだ。それがまさに着ぐるみなのよ。古代インドのウパニシャット哲学では名前、肉体、性格、記憶、これらは全て本当の自分ではないと考えるの。体が自分じゃないなら僕は幽霊か何かなのだ。例えば玉ねぎを想像してみて、皮を剥いて剥き続けると最後には何が残る？いや、最後は何もなくなっちゃうのだ。そう思えるでしょ？でも哲学者はこう考えたの。剥いていって捨てられるものは自分ではない。肉体も変わる、心も変わる。でもその変化を奥底で見つめている何かが変わらずに存在するはず。それがアートマン、つまり真我よ。着ぐるみを脱いだ中身みたいなことなのだ。そう、私たちが普段私だと思っているのはただの自我、エゴという着ぐるみに過ぎない。その奥にある純粋な観測者こそがアートマンなのよ。2、盆が一如の衝撃。まあ、奥底に本当の僕がいるのは分かったのだ。でもそれがどうして宇宙になるのだ。話が飛躍しすぎなのだ。ここからが一番面白いところよ。その個人の奥底にあるアートマンとこの広大な宇宙を成立させている根本原理、これをブラフマンと呼ぶんだけど、この2つはイコールだと彼らは気づいたの。個人の魂と宇宙のパワーが同じ？どういうことなのだ？コップに入った空気と外の空気は別のもの？いや、コップに入っていようと一緒の空気なのだ。その通り。肉体というコップがあるから個人の魂があるように見えるけど、本質的には宇宙そのものと同じ成分でできている。これをボンガ一如というわ。なるほど。僕はちっぽけな豆の妖精じゃなくて実は宇宙エネルギーの塊だったってことなのだ。なんか強そうなのだ。そうよ、君はそれである。タット、トバム、パシーという有名な言葉がある通り、君と世界は分け隔てのない一つの巨大な命の現れなの。3、仏教が突きつけた無我。すごいのだ。僕は神様みたいなものだったのだ。これからは宇宙神ずんだもんと呼ぶといいのだ。と調子に乗ったところで冷や水を浴びせるわね。このアートマン思想が大流行した後に現れたのがあのお釈迦様、ブッダよ。ブッダ？仏教の開祖なのだ。彼も君は宇宙だって言ったのか？いえ、まさかよ。ブッダはこう言ったの。いや、そんな変わらない魂、アートマンなんてどこにもないよって。ないのだ。せっかく宇宙になったのに。これが仏教の諸法無我よ。ブッダは永遠不滅の真我すらも執着の一種だと見抜いたの。自分なんてものは関係性の中で流動している現象に過ぎないと説いたのよ。上がったり下がったり忙しいのだ。結局僕は宇宙なのか何もないのかどっちなのだ。そこが宗教史の面白い分岐点ね。アートマン、ありがお徳ヒンドゥー教の源流とアンアートマン、無がお徳仏教、どちらもちっぽけなエゴを捨てる点では共通しているけれど、その答えは正反対なのよ。まとめ。というわけで古代哲学のアートマンについて解説したわ。昔の人は自分の正体についてそこまで深く考えていたなんて驚きなのだ。僕なんて今日の夕飯何かなくらいしか考えてないのだ。ふふ。でもその夕飯を気にする心の奥に宇宙とつながる何かがあると考えたら少し世界が違って見えない？確かに鏡を見るのがちょっと楽しみになったのだ。
そこに映ってるのは宇宙かもしれないのだからな。その息よ。でも宇宙だからって私のプリンを勝手に食べたらフツの顔も3度まできっちりお仕置きするから覚悟なさい。現実はやっぱり厳しいのだ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。